山です。今回のテーマは、あの人は私に興味あるのです。それでは、赤、青、黄色のうち一つ直感でお選びください。概要欄、コメントの方に開始時刻を書いております。それでは赤を選んだ方の、あの人は私に興味あるのを鑑定していきたいと思います。目線はあの人目線で、あの人の状況、心境を見ていって、あなたに対して興味があるかどうかというところを見ていきたいと思います。それではまず最初の2枚のカードから見ていきたいと思います。今ですね、あなたとの関係の進展がなかなか進まないことに対してすごく待ち遠しいというか、なかなか進まないなというもどかしい気持ちがあります。ですので、なかなかお友達であればお友達、恋人であればその先の結婚であったりとか、そういう進展がなかなか進められていない、そういった状況になりつつあるのかなというふうに思います。それはあなたにも何らかの要因があるのかなというところ、それはあなたが積極的にお相手の方に、あの人に声をかけたりとか、そういったものが足らないというところに、要因があるのかなとも思います。こちらのナイト・オブ・カップのカードを見ますと、非常にね、前向きにあなたに対して、思っている気持ちは強いのかなとは思います。ですが、その前向きというものもどこか表に出さなく内に秘めるものに近いので、なかなかそれをあなたに対して積極的にアプローチするであったりとか、そういったものがなかなか見えづらいのかなとも思います。ここで言うと、なかなか表に出さないので、あなたとの進捗っていうのはすごく遅く、すごくもどかしい気持ちになっている。それが、お相手のあの人の状況なのかなとも思います。潜在意識を見ますと、非常にお相手、あの人はあなたから少し大切にされていなかったりとか、仲良くしてもらっていないなというふうな気持ちを感じているのかなというふうに思います。クイーンペンタクルなので、あなたから何かしらの好意を持ってもらえるような行動っていうのが、おそらくですがない。それによってあの人もあなたに対する興味というものも薄れつつあるのかなともいうふうに思います。はい。潜在意識を見ますと、やはり今あなたに興味を持つかどうかというところに対して、シビアな判断を考えているのかなというふうに思います。現状ですと、なかなかあなたに興味を持ってもらえないというところで、逆にあの人もあなたに対して興味を持ちづらい、そういった状況なのかなというふうに思います。興味というものは、鏡みたいなものなので、あなたが興味を向ければあの人もあなたに興味を向ける、そういったものも示しているのかなと思います。ですので今は少し、判断としては興味が下向いていく、そういった状況なのかなというふうに思います。過去の部分を見てみますと、あなたとあの人の中ではなかなか接触頻度という部分があまり多くないというところ、もしくは地理的に遠くにいらっしゃるとか、そういった部分があるのかなというふうに思います。ですので、物理的にやはり接触が多いと、あの人もあなたに興味を持つというところ、これがないというところが、興味が薄れていってしまう要因なのかなというふうに思います。ここまででまとめますと、あなたとの進展というのが非常に遅い。それは表に出さない正確性、かつあなたがあの人にあまり興味を示していなかったりと、そして物理的に距離が離れていったり、接触頻度が少なかったり、そういった要因において、あの人はあなたに対して興味を薄れていく、そういうふうな判断というものを
下そうと考えているのかなとも思います。はい。ここからは、あの人のあなたが興味を今後持つかというところ、未来について見ていきたいと思います。ザ・スターというカードが出ております。ザ・スターというのは願いの叶うカードなのです。で、あの人はあなたに関しては、少なからず憧れや、好意を持っているんですが、その先ほど言った通り、なかなかその距離を縮めらずにいるっていうところがあるので、近いうちにあなたに対して何らかの距離を縮めるヒントになるような行動を起こすというふうなものが考えられます。それはあなたにとって、嬉しいことかと思いますが、あなたがそれをしっかり受け入れられるか、そういうところに、そういうことで、お二人のね、今後の関係性というものが見えてくるのかなというふうに思います。はい。では、それでは、周辺の理解とあなたの含めた今後のすいません。あの人の立場と周辺の理解ですね。徐々にね、あの人はあなたに対して、結構地道に優しさであったりとか、何か尽くす行動っていうのが目に見えて、してくるのかなというふうに思います。先ほど言った通り、その願いを叶えるあなたに対して恋を実らせる、そういったものが、積極性っていうのが増していくというふうに見えます。それに対してあなたは非常に、好意というものがより大きくなっていく。こちらのラバーズのカード、愛情、友情だったものが愛情であったりとか、より愛情が深まったりとか、そういったことというものが今後お二人の中で考えられるのかなというふうに思います。ですので非常にあの人があなたに対してアプローチをすることによってお二人の関係というものがより内密なものになっていくのかなというふうにカードは示しております。はい、それでは結論、その願望を見ていきたいと思います。ですね、あの人に関して言うと、やはりその最終的なところで言うと、警戒心であったりとか、失敗したくないという思い、というのが非常に強いのかなというところ。あなたとの関係をより、発展させようとすることによって、間違えてしまって、関係が終わってしまったりとか、あなたにより嫌われてしまったりとか、変に思われたくない、そういった気持ちが非常に強く、なかなかあなたに対して最後の一歩っていうのが踏み込めない。そしてより、家族的な仲になるっていうところが非常に難しいというところがあるのかなというふうに思います。ここで見ると、あの人はあなたに対して何らかの好意は抱いているんですが、それが表に出さず、かつあなたからの行為というものをなかなか感じれずにいます。ですので、あなたがあの人に対してどう思ってるかというのも含みますが、あなた自身の興味をあの人に向けるということが、あの人もあなたに興味を向けるというふうに第一歩になりますので、その点は注意していただければ、今後のね、お二人の関係がより深まっていくのかなというふうに思います。はい、それでは以上で赤の解説を終わりにします。参考になった方は高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは青を選んだ方のあの人は私に興味あるのを鑑定していきたいと思います。目線はあの人からの目線で、あの人の心境状況を踏まえまして今後の展開、あなたに興味があるのかを見ていきたいと思います。それでは真ん中の2枚のカードからいきたいと思います。はい、非常に穏やかな気持ち、というところがあります。あなたとの関係というものは比較的平穏なもの、もしくは、あまり関係性が、長い間変わっていない、そういった落ち着いたものとして捉えている。例えば、お友達とかですと非常に、
昔からの知り合いであったりとか、お付き合いされているんでしたら非常に長かったりとか、そういった状況なのかなというふうに思います。ですので、これ取り立てて積極的にあなたに対して興味を大きくしようというふうには考えていらっしゃらない。かつあなたとの関係をすぐに、接近させようとか、そういった気持ちは今のところないというところかなというふうに思います。マイナスな状況というよりはよりニュートラル、中立な状況なのかなというふうに思います。ですので、心配はすることはないんですけども、安定している、そういう状況かなというふうに思います。はい、潜在意識を見ますと、あの人が今の状況として、あなたに興味を向けること以前に違うことに対して非常に、悲しい気持ちになっていると。それはあの人の生活を脅かすような辛い出来事であったりとか、それができないことによってなかなか前に進めないであったりとか、そういったものが非常に辛くあの人の心にのしかかっているというふうに見て取れます。それがあなたとの興味をより上向かせるものの妨げにもなっているのかなというふうに思います。そうですね、このカード、潜在意識のカードなんですね。はい、深層心理のカード、ザ・ハングマンが出ております。要するに今の状況からなかなか行動を移せない、なかなか制限されていて動けない、そういうふうに感じていただければなというふうに思います。それは先ほど言った、悲しい出来事を辛い、思いしているということが、原因となるかなと思います。ですのであなたとの関係というものはこうも、すでに4枚目のカードなんですけども、非常に前に向くという状況ではあまりないのかなというところですが、あなたに対しての非があるとかあなたに対して嫌いということでは、決して、ないのかなというふうに思います。はい、続きまして過去の状況を見てみます。これね、どこかあなたに対してサポートを、助けを求めているいうふうに見て取れます。今までね、非常に前向きな方ではあったんですけども、やはりあなたのサポートなしではちょっと前に進めないような辛い状況になっているところがあり、それをあなたがしっかり今受け止めている状況ですので、恋の発展、興味があるというところに対して言うとあまりフォーカスが当てられてない、そんな状況なのかなというふうに思います。はい、ここまででまとめますと、あなたとの関係というのは非常に落ち着いた状況で長らく変わっていないものであるかなと思います。で、あの人は今あなたとの恋以外の部分で非常に辛い状況にあり、なかなかあなたの対して思いを巡らせるということがなかなかできない。そしてそういったところもあなたは現状サポートをしているというところなのかなというふうに思います。簡単に言うとあなたに対してマイナスな思いはないんですが、これから興味が大きくなるかというと現状ではまだその問題を解決しない限り難しいかなというふうに思います。はい、それでは今後のお相手のあなたに対する興味というところを見ていきたいと思います。はい、ザ・ワールドのカードが出ております。逆位置に出ているので、やや未完成な状態、あなたとの何か区切りをつけるというか、あなたとのけじめをつけるような行動というものはすぐには行われない、というふうに思います。それは、やはり先ほどの自分の中の課題であったりとか問題点というものがまだ解決できていないというところ、それが原因となっているのかなというふうに思います。ですので近いうち、長くても3ヶ月以内にあなたとお相手というところが、
進展したりとかっていうのは非常に、今の段階では難しいのかなというふうに思います。ですが、悪いという意味ではもちろんありません。はい、今後の周辺の理解とあの人の今後の立場、状況を見ていきたいと思います。非常にね、今はどちらかというと、あの人があなたに対して継続的に養ったりとか頼りある行動というものが取りづらくなっていくのかなというところ。今まではあなたが頼っていただったりとか、部分があるんですけども、より対等なパートナーシップという関係をお二人の中で構築していくのかなというふうに思います。それはあの人にとって非常にリラックスできる関係性なのかなというふうに思います。今までは自分以外のもののプレッシャーがあってもあなたに対して引っ張っていかなきゃいけないという思いがあの人にあったんですが、それをフラットな関係にすることによってよりね、コミュニケーションが取りやすい、そういった状況というのが今後見込まれるのかなというふうに思います。非常になんて言えばいいんですかね、今の状況をすごく前向きに捉えて、あなたとの関係をより円滑にするにはどうすればいいのかというふうな考えをしっかりされている方なのかなというふうに思います。で、最後に結論と願望について見ていきたいと思います。まず願望の方から見ますと、あなたとの関係、非常に家族ぐるみであったりとか、仲のいい、状態に、なっていきたいという思いは非常にあります。ですので、あの人はあなたに興味はもちろんありますし、すごくそばにいてほしい存在というふうな気持ちっていうのは、より今後も強くなっていくのかなというふうに思います。ですが、どこかプレッシャーに感じたりとか、自分ではそれを果たせるのかというストレスになっている部分があります。それは今までちょっとお話した通りなんですが、困難な状況に対して自分一人で解決し、あなたを守っていけるか、そういうふうな思いというものがなかなか、明確に抱けずにいる、そういった状況なのかなというふうに思います。はい、ここまででまとめますと、あなたに対する興味というのはもちろんあるんですが、あなたという存在というのが非常に近しい存在、かつ今の状況というのが困難な状況になるので、すぐにあなたとの関係が発展するというふうには考えられません。ですが、あなたとの関係というのはより対等、パートナーシップが強くなっていくものとして見えますので、非常に前向きに捉えていただければなというふうに思います。はい、アドバイスをするんであれば、長い目を持って考えていただければなというふうに思います。すぐに物事が進展するというよりは、長期的に腰を据えて2人の関係性がより良くなっていく、そういったイメージで接していただければ、よりお二人が幸せになっていけるのかなというふうに思います。はい、それでは青の鑑定を終わりにします。参考になった方は高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。次は黄色の鑑定です。はい、それでは黄色を選んだ方のあの人は私に興味があるのを鑑定していきたいと思います。目線はあの人で、あの人の状況、心境を見て、で、今後のあなたに対する興味だったり、今後の展開を見ていきたいと思います。それでは、真ん中の2枚のカードからいきたいと思います。はい、ですね、クイーン・オブ・ソード、ページ・オブ・ソードを、はい、非常にね、あの人というのは合理的な判断をされる方なのかなというふうに思います。非常にあなたのことを、あなたの気持ちも含めた上で、お二人の関係性であったりとか、今後の将来設計など踏まえた上で、どうした方がいいのかというものを考えられる方、なのかなというふうに思います。
でも一方で頭の中ではそういった考えができる一方で行動が実は伴わなかったりとか、いうことはすごく立派なんですけど、それに、伴ってなかったりとか、非常に頼りなかったりとかする部分っていうのがある方なのかなというふうに思います。ですので、あなたに対して非常に興味のあるような言葉、魅力的な言葉であったりとかを言ってくれたりとかするんですが、実際それに伴った行動をしてくれたっていうふうなことが少なかったりとか、少し肩透かしを食らったりとか、そういった状況っていうものがお二人の中で今まであったんじゃないでしょうかというふうに思います。興味に関して言うと割と表面的なことを語ることは多いが、実際どういうふうに考えているのかわからない、そういうふうにあなたはあの人に思われているんじゃないでしょうか。はい、そうですね、ザムーンですね。なかなか進展が遅く、なかなかうまく進んでいかないことをもどかしく思う気持ちですね。で、あなたに対してあの人はより進展していきたいなと考える一方で、あなたがどちらかというと気持ちをゆっくりしていて、進展というものであったりとか、慣れるまでっていうのが非常に時間がかかるのかなというところ。一方であの人はすごくスピーディーに物事を考えるため、そこに、ギャップが生じて、あなたを興味はもちろんあるんですが、あなたを魅了するまでに時間がかかるな、これいつになったらうまくいくのかなという不安というものが、あるのかなというふうに思います。ここまでで見ると、どちらかというとあの人はスピーディーにあなたを魅了する方なのかなというふうには思うんですが、一方でそれをあなたがそれについていくっていうのが非常に時間かかっていく、このギャップが、お互いの不安につながっているのかなというふうに思います。はい、では健在意識、すみません、深層心理を見ていきたいと思います。エースオブワンズなので、あなたに対して思いというものはもちろんあります。非常に強いものとして、考えていただいて結構かなと思いますが、これね、非常に難しいのは方向性を間違えてしまうと、お二人の関係性っていうのがうまくいかない恐れというふうなものがあります。ですので、現状で先ほどのお伝えした通り、非常に合理的に考えるスピーディーな頭の回転の速いあの人に対して、感情的でゆっくり物事を考えるあなたの中で、時間的ギャップであったり考えの違いというのが生じる可能性が非常に高い。これによってあの人のあなたに対する興味というピークが過ぎてしまう可能性というものが、あります。はい。やはり過去のカードを見ますと、スピード感というの違いに途方に暮れてしまい、どのようにすればいいのかということを考えている状況というふうに見て取れます。決してそれは、お二人の根本的な考えの違いになってしまうので、すぐに解決し得るものではないため、非常にストレスを抱えているというのが見て取れますね。はい。ここまでで見ますと、あなたとお相手の中で頭の捉え方、考えの捉え方が非常にスピーディーかゆっくりかというところで違いがあり、それによってギャップが生じちゃっていて、あの人があなたに対してどう接すればいいのか、という思いになっているのかなというふうに思います。ですので、興味というものはもちろんありますが、それをうまく伝える表現方法というところに困っているのかなというふうに思います。はい、それでは今後のあの人のあなたに対する興味というものを見ていきたいと思います。はい、今後のあの人のあなたに対する興味、非常に悲しいネガティブな気持ち、心境になっていくのかなというふうに思います。それは
あなたに対してがっかりするとか嫌いになるというよりは、先ほど言った物事の捉え方の違いというところに非常に痛感して、この違いによってなかなか分かり得ない部分というものを感じ取ってしまうのかなというふうに思います。ですので、将来の部分を見た時にあなたとの、幸せになれるかどうかというふうになった時に難しいのではないかというふうな諦めの気持ちというものも出てくるのかなというふうに思います。今後の周辺の理解とあの人の状況を見ていきたいと思います。まずこちら、あの人の状況を見た時に非常に前向きで物事を理路整然に捉えしっかり進むありさまというものが見えます。あの人自身というものは非常にブレずに物事をはっきり伝えてくれるかなとはいうふうに思います。ですが一方であなたがその伝えられたことに対してしっかり受け止められる、器であったりとか感情の起伏だったりっていうのが非常に大きいので、なかなかお相手のそういった冷静な、言動に対して受け止められないというところが今後、可能性として考えられます。ですので、例えば、あの人が、好きという思いを伝えたとしても、あなたは感情的に大きく受け止めることができないんですね。あの人の言葉には。あの人はその理路整然ということに、すごく重きを置いてしまうので、そういった、感情的と理論的な違いによってお二人の今後っていうのがなかなか一緒に前に進むような関係にはなりづらいのかなというふうに思います。はい、最後に結論、願望なんですけども、やはりあの人は自分の考えというものを大きく曲げる、というのは考えづらいというところにあります。もちろんあなたに対する興味というものはあります。ですが、それはあの人のプライドであったりとかこだわりを曲げてまで、あなたに対して捧げるものではないのかなというふうに考えてしまうところもあります。一方であなたもそれを合わせるということもなかなかできないので、どうしてもお二人の関係性が寄り添うというところができないのかなというふうに思います。最後まとめなんですが、やはりあなたに対する興味は高いものであるが、捉え方の違いによって非常にお二人の関係性のは前に進みづらいものとなってしまいます。それをあなたもあの人も譲らない、部分があるので、非常に接近するっていうところはなかなか難しい部分はあるのかなというふうに思います。で、アドバイスをするとすれば、あの人に対してのこういう違う考え方の方だなというふうな意識を持って接するというところが大事だと思います。あなた自身が当たり前だと思っている考え方が真逆になっている可能性の方が高いので、そういった目線で接することによってより今後2人の関係がより良くなっていくのかなというふうに思います。以上で黄色の鑑定を終了いたします。参考になった方は高評価、チャンネル登録お願いします。